コナン・ドイルの逝去。浅野朝三郎。先般ワレス博士の訃報に接し、今回またもサー・アーサー・コナン・ドイルの訃報に接して、私どもは一層人生の無常を痛感します。外国電報の報ずるところによれば、ドイルは今年7月7日午前9時15分、心臓病で倒れたということであります。日本人間にドイルの名が喧伝したのは随分古いもので、その点において彼はまさに世界随一者の一人でしょう。が、その名声は主として小説家としてのそれであり、彼が心霊論者たることを正当に理解している日本人は数えるほどしかなかったようです。ドイル自身としてはその点、甚だ物足りなく思っていたかもしれません。なんとなれば最近2、30年来の彼は、小説などには脇目もくれず、心霊事実の研究並びに、心霊主義の湖水に全てを捧げきっていたからであります。自分の若い時代に気まぐれに書いた探偵小説などで褒められたところでどうなるものだ。自分の本領は他にあるのだ。そう彼は腹の底で思っていたにそういないと思います。実際心霊主義の戦士としてのドイルの活動は素晴らしいものでした。彼は指導の宣伝講演のためには自費で東インドに行き、カナダに行き、米国に行き、豪州に行き、最後には南アに行き、その他欧州各地を巡遊し、誠に南西北馬、関温まるのいとまなき害があった。おととし、この次にあなたがぜひ訪問すべき地方は極東だと思います。ご来遊のおぼし飯はないですか。さあ。と彼は一行して、私もそう思わんではありませんが、果たして近頃の私が帰国民に理解されるかしら。とにかく今度、南亜を巡回してくると、心霊家としての私の足跡は、大英帝国の領土全体に及ぶことになる。それが済んだ暁に、私が一番行きたく思うのは日本国であることは確かですよ。その説は及ばずながら私が歓迎します。ありがとう。いつか日本の土地であなたにお目にかかる日のあることを望みます。そう言って彼はその大きな手で固く私の手を握りましたが、今となってみるとそれは一片の希望にとどまり、地上で彼の六尺豊かの巨体から死後個性の存続問題を我が同胞に向かって叫ばせる機会は永遠になくなりました。とにかく彼はジョンブル気質の横逸した熱血感で、体力も気力もよくそれに相応していました。講演宣伝の他に彼はまた自費を投げ打ちてロンドンの目抜きの場所に心霊書房を開き、心霊上の参考書の販売を始め、貸し出し図書館を設けたり、心霊展覧所を設けたりして、どれだけ私学の普及に貢献しつつあったか知れません。同時に彼はその鍛え上げてある獣王の鉛筆を振るい、最近十数年間に大小十数種の著書を出しました。主なるものをあぐれば、1、心霊家の豪州暗夜、2、米国暗夜、3、第2回米国暗夜、4、心霊主義の歴史2巻、5、フェネアス通信、6、霧の国、7、心霊写真問題、などなどであります。研究の深みとか、議論の聖地とかいう点からは、他に優れたる作家がありますが、心霊問題並びにその影響を一般民衆化した点にかけて、これらの書著は、容易ならぬ威力を持っているのであります。ドイル行きて司会は、大打撃を被りはせぬか。そう、杞憂するものもあるでしょうが、私としてはそうは思いません。心霊研究並びに心霊主義の普及宣伝時代は、もうそろそろ過ぎ去ったに近い。遅ればせの日本国においてすら、そうした運動の存在くらいは大体知れ渡ったようだ。で、これからはもっぱら、実力の発揚に全力を注ぐべき時代でありましょう。どんな方面でも構いませんが、とにかく心霊畑から優れた思想、優れた人物が現れることが肝心で、それなしに100の宣伝も、おそらく何の効果もないでしょう。何の必要ありで死を恐れるか。死はただ無限の幸福への入り口に過ぎぬ。何の必要ありで愛する者の死を苦慮するか。
その道をもってすれば有名館の交通往来は自由自在である。さあ、アーサー・コナン・ドイル、